漆黒のメタンよ。済んだもんなのだ。スペースエイジの続き、フルゴラに向かうところからよ。早速出発なのだ。このプラットフォームは自動化外のことをするために工場長が手で動かす船ね。名前はアドホック号、そのまんまなのだ。ではフルゴラへ出発。それにしても随分とごつくなったのだ。どの方向にどれくらいの防衛力が必要か全然分かってないからね。正面が多そうだけど側面のタレットもキル数はまあまああったのだ。試行錯誤したいところだけど、プラットフォームで物を解体するとハブに戻ったり消滅したり挙動が怪しいのよね。作ったものを消されても困るし、変なものがハブに入って処分できなくなっても困るのだ。地表や宇宙にポイするのも対応コストがゼロではないしね。なんというか情報を持ってないと謎の仕様でハマる割に試行錯誤するコストや失敗するペナルティが激重なのだ。だからもう不必要な工夫をして楽しむことより、罠を踏んでも軽傷で済ませる方に舵を切っているわ。心理的安全性の低い職場なのだ。月に失敗できることがゲームの楽しみなのにどうして。そんな話をしている間にフルゴラに着きそうなのだ。早速降下しましょう。これはまたひどいわね。重油の海に落雷、生物は生きていけない不毛の土地なのだ。着陸地点にあるのは雷誘引装置。この範囲内は雷が落ちても安全なのだ。効率0%って書いてるし、電力を取り出すなら自前の避雷針が必要なのね。海の浅い部分は歩けるからとりあえず探検なのだ。お隣の島で旧文明の貯蔵庫を見つけたわ。もう人はいないみたいだから廃材をリサイクルして工場に使わせてもらうのだ。うおーん、私はまるで人間リサイクラだ。0.2 秒ごとに廃材をリサイクルする変人なのだ。青基板とか軽量化素材とか、いきなり取れてはいけないものが手に入ってるわね。廃材からは安いものから高いものまで12種類のアイテムが手に入るのだ。自動化で手に入るのは廃材と重油だけだから副産物処理は必須ね。でもこういうのは処理の難易度分、素材の入手量は多そうなのだ。とりあえずここを仮拠点として膠着パッドを置きましょう。狭いけど地面に廃材がいっぱいなのだ。そしたら持ち込んだ石レンガで避雷針を作って。この効果範囲気持ち悪いわ。円形だけど隣とくっつくのだ。そして避雷針は陸にしか置けないみたいね。歩けるとはいえやっぱり海なのだ。さて避雷針と電柱を置いてようやく自動化できるわね。フルゴラでは広域電柱なのだ。避雷針は隙間なく置かないといけないし、ついでに電柱、ロボステなんかも全部規格化しちゃう算段よ。この島は狭すぎるから規格化はいずれなのだ。規格化は規格に合わせるというコストがかかるからね。あくまで思考やコミュニケーションのコストを肩代わりしてるだけなのだ。銀の弾丸はないのだ。そういえば掘削に使ってるのはブルカヌスの大型掘削機なのだ。まだ輸送船の建造中だけど、これと鋳造炉だけは準備しておいたわ。他の星の技術を持ち込むのはワクワク感があるのだ。リーフシールドがあれば楽にエアーマンを倒せるわね。さてお行儀よくやってみたけど、さすがに全部紫チェストは苦しいわ。ロボットは少ないし電力もかかるのだ。ロボットはいずれ増やすけど、雷エネルギーを貯める蓄電池がこの島じゃ増やせないわよね。さっさと引っ越しなのだ。ここで使うのは拡張パックの目玉機能、高架レールよ。レールが浮いてるのだ。レールを浮かせる土台だけ置けば崖や海を越えられるってわけ。これでお隣の広い島に廃材を持ち込んで工場は移転するのだ。で、引っ越ししたけど、やっぱり狭くない？廃材処理とモールで島が半分埋まってるのだ。見える中で一番広いレベルの島を選んだんだけどね。
フルゴラの技術に手をつけてロケットサイロも置かないといけないのだ。もっと条件のいい場所があるのかしら。探してみるのだ。なんか5倍以上のサイズで廃材もある島があるんだけど。だからレーダーで探索する必要があったのだ。それにしてもこの島日本っぽいわ。本州の南西に漆黒もあるのだ。四国ね。異世界だと思ったら未来の地球だったけん。都庁に木が生えてそう。フルゴラの崖、よく見ると配管があるのだ。文明の名残を感じるわ。ということで日本上陸よ。ウサギの地なのだ。廃材は列車で運んで中国地方で荷下ろしするわ。ベルトでリサイクラまで運んで、出てきたアイテムは分配機で品種ごとに分けてるのだ。そこからはメインバスでも何でも好きにできるわね。で今回は分配する意味が薄れるけど、そのまま品種ごとに赤チェストに入れるわ。ロケットが物流システムと一体化しているから、惑星内も一元化してロボットメインにするのだ。ところで廃材から直接作れない素材もあるのよね。緑基板や鉄板は出ないし、序盤は鋼材も足りないのだ。これらの貝素材が足りないときは上位素材をさらにリサイクルするわ。廃材以外をリサイクルすると素材の 25% に変換できるのだ。緑基板が足りないときは青基板を買いたい。鋼材が足りないときは軽量化素材を買いたい。高級素材をスクラップにするのは背徳感があるのだ。大丈夫、スクラップにするのは高級素材だけじゃないわ。全然大丈夫じゃないのだ。副産物処理として100スタックを超えたアイテムは消滅させるわ。100スタックを超えた分が処分サービスに要求チェストで運ばれるのだ。選別回路や赤緑ケーブルの抽出でできることは増えたわよね。今の回路ではアイテムごとに100スタックの数を取得してるのと、処分は廃材由来品のノーマル品質に限るっていうフィルターをしてるのだ。在庫の現在地と敷地で足し引きするパターンは多いけど、余計な信号をフィルタすれば誤動作を防げるし、設計やデバッグも楽になるわね。意味をそのまま実装に落とし込めるのも大きいのだ。考えと回路の内容を一致させよ。ガンジーのありがたいお言葉ね。言ってないのだ。ともあれ、こういうマイクロなサービスの集合がフルゴラの在庫制御になるわね。一つ一つの仕組みは単純なのだ。誰でもできることを当たり前にやるからいいのよ。開けを壊したのだ。これもブルカヌスからの持ち込みね。このままフルゴラ独自の素材も作っていきましょう。まずはホルミウム鉱石と石からホルミウム板を作るのだ。化学プラントで液体化して炉に入れるだけね。鋳造炉が使えて高効率なのだ。鋳造炉は効率 50% ボーナスがついてるって話したっけ？話してないのだ。はい、そういうわけで素材の節約になるので強いです。解説が雑なのだ。そしてフルゴラの新施設レンジプラント。電気電子系のレシピが作れる強化組み立て機なのだ。基板やモジュールなどこちらも 50% のおまけ付きで作れるわ。鋳造炉と違ってレシピはそのままだけど素材が重いからボーナスも大きいのだ。あとはフルゴラのサイエンスパックの素材も以降は電磁プラント専用みたいね。フルゴラのサイエンスパックは電磁パックなのだ。流体の出入り口が変わった配置だけど、左右反転すれば2台セットで置けて少量生産枠じゃなさそうかしら。ビーコンを使えば1、2台で済みそうなのだ。1、2台で済むってのはすごく偉くて、この台数ならパターンで並べるんじゃなくてスパゲティが成立するのよね。工場が実注ハックになるのだ。重悪語逆じゃなかったかしら。それではラインを組みながらコメント返信よ。うぽつ。今年1年はありがとう。来年もまたよろしくね。チキンパック。夜勤をチキンと読み間違える。みなそうやって大人になっていくのだ。工場長の所領。安定のエイリアンムーブ。縄張りから出ない原住民を倒し古い町並みを壊し、工場長はどこへ行くのか。鉄板は残せる。それどこかに書いてた気がして試したんだけど残らなかったのよね。アプデで10日間隔が長くなったからいくらか緩和されそうなのだ。回路で発射したい。
そのものズバリじゃないけどパッド側の要求は回路制御できるわよ。要求間隔を空けることで間接的に等価間隔を空けたり、アップでの原因だった小分けの連投も大口でしか要求しないようにできたのだ。小分けな連投の原因は充足と不足の過剰な状態変化ということは、過剰な状態変化を減らすための仕組み、何かあった気がするのだ。その他のコメントやアクションもありがとう。LINE 作りはレシピ確認でずっと手が止まってるのだ。ということで続きは次回ね。次回は東京で電磁パック作るだ。ちょうど今いるあたりが関東ね。それではご視聴ありがとうございましたなのだ。